皆さんこんにちは。Japanese Podcast with Hana へお越しくださりありがとうございます。このポッドキャストは日本語を勉強中の方へ向けたポッドキャストで、日本の文化やニュース、また私の個人的な体験だったり経験など様々なことを日本語でお送りしています。皆さん元気にお過ごしでしょうか？今回のテーマは日本でのマナーです。最近は日本に来る外国人観光客の方々がとても増えているというニュースを見ました。そして観光地に行けば本当に、観光客の方だらけだなと感じることもあります。本当に日本人、どこ？日本人私だけじゃないみたいな感じで感じることもあります。そしてニュースになっているのはマナーだったりルールを知らない外国人による、問題行動だったりトラブルが起きているということです。そして違う国、違う文化であれば知っておくべきマナーとかもちろん違います。常識がその常識なくなる瞬間がありますよね。全然通じないとか。どの国から来たとかは関係なく日本人の中でも日本のルール、マナーとか法律など知った上で守らない、トラブルの元になる行動を取る方はいるかと思います。ですが今回はまだ日本のマナーとかルールを知らない方に知ってもらうためのエピソードになります。日本に旅行に来た時にトラブルになるようなことを避けたり、あとは接客をしてくださる方に丁寧な態度で接した方がいいですよね。なのでお客さん側としてどういったことを気をつけておけばいいかななど、皆さんが気持ちよく過ごせるように知っておいてほしいことなどをご紹介します。今回ご紹介するマナーは、8個8つあります。ではまずその8個は何かというと、1つ目は挨拶をするときは少しお辞儀をする。2つ目はゴミは自分で持ち帰る。ポイ捨てはしない。3つ目はファストフード店やカフェなどでは自分の食べたものは片付ける。4つ目は家の中では靴を脱ぐ。5つ目は電車では電話は NG。3つ目は時間通りに行動する。7つ目はお箸で遊ばない。そして最後にお茶碗は持つ。この8つになります。8個も多くないと感じるかもしれないので、知っているところは飛ばしてもらったり、聞きたいところだけ聞いてもらって大丈夫です。ではまず1つ目、挨拶の際のマナーです。挨拶をするときは少しお辞儀をします。これは知っている方も多いかと思います。体を少し前に傾けてお辞儀をします。特に何かをしてもらってお礼を言うとき、ありがとうございますというときは少し頭を下げてお辞儀をすると感謝している感が伝わるかなと思います。日本人はもう無意識にお辞儀をする癖がついていると思うので、特にこういった時は絶対お辞儀をしないとなど考えている方は少ないかなと思います。会社とかビジネスシーン、フォーマルでない限りは意識的にいつ絶対お辞儀をしないといけないみたいな、そんなに深く考えなくても大丈夫です。なので、日本に住んでいない方で日本に旅行に来る際はカフェだったりレストランだったりホテルとかいろんなところで、何か対応してもらったりするかと思うんですが、そういった時に少しお辞儀をして挨拶だったり感謝だったりそういったものを伝えるとより伝わるかなと思います。あとは笑顔、これがあればもう完璧です。そして次2つ目はゴミは自分で持ち帰る。ポイ捨てはしないです。日本の街はゴミ箱がないというので有名かもしれません。もちろん街中にゴミ箱がゼロっていうわけではないんですが、多くはないです。そしてやっぱり観光客が多いエリア、観光地とかに行くとポイ捨てしてあったりゴミが道に落ちているのをよく見かけます。これも日本人は絶対ポイ捨てしないとかっていうわけではなくて、そうやってルールを無視してゴミをどこかにポイって捨ててしまう方もいるかと思うんですけど、誰だって街は綺麗な方がいいですよね。
そしてあと、旅行に来る際だと自分の家にゴミを持ち帰るわけじゃないですよね。ホテルとかエアビーとか、そういった泊まっているところに帰りますよね、その日は。なのでそこでゴミを捨てるとか、ゴミ箱を見つけたらもちろんそこに捨てていただいて、道には絶対に捨てないっていうのを守ってほしいなと思います。このポッドキャストから一つだけ何か覚えて帰るとしたら、これを頭に入れておいてほしいです。日本人も昔からゴミは絶対に持ち帰る、ポイ捨てしないっていうマインドがあったわけではないんです。昔の小説とかを見ると、電車の窓からゴミをポイって捨てたシーンなんかが描かれていたりします。ですが、日本人もやっぱり街はきれいな方がいいよね。なので道にゴミは捨てないでおこうという教育が進んでって、法律ができたりして今に至ります。なので自分のゴミは道に捨てたり残していくことはしないようにしておきましょう。あと特に外でピクニックしたりお酒を飲んだりして帰る際に缶ビールとかお菓子のゴミとかを捨てたくて捨てたわけじゃなくて、忘れてその場に置いていってしまうっていうこともあるかもしれないんですけど、それがないように帰る前に一度自分の周りを確認して帰るみたいなのを癖づけてもらえたらなと思います。これはもちろん皆さんができていないとか誰か特定のことを言ってるんじゃなくて、街をきれいにみんなで保っていきましょうっていうことです。そして次3つ目は、ファストフード店やカフェなどでは自分の食べたものは片付けるです。カフェだったりフードコートとかファストフード店、マクドナルドとかいろいろあると思うんですけど、そこでは基本的には食べた食器とかグラスとか、プレートとかありますよね。そういったものは自分で片付けるようにするのがルールというかマナーというか、そういったものがあります。なんかマクドナルドとかだと片付ける棚、なんかエリアとかありますよね。そういったとこに自分でプレートを持っていくっていうのは、とても大事になります。もちろんね、その清掃員の方とか店員さんとかがそのまま置いといてください、大丈夫ですよって言ってくれることもあるんですけど、店員さんがその場にいないこともたくさんありますよね。なのでそういった時は自分で食べたものは片付けて、机が汚れていたらちょっとだけきれいにして帰るっていうのが、日本のマナーになります。これは後からその自分が使っていたテーブルを使う人が心地よく使えるようにきれいにしてから帰るっていう日本のマナーです。次、4つ目は家では靴を脱ぐです。一般的なビジネスホテルとかホテルだとそこまで気にしなくていいと思うんですけど、旅館とか民宿、その人の家に泊まるときとかエアビーとか、これも大体アパートとかが多いですよね。こういったとこだと特になんですけど、知らずにいつもの習慣で靴を脱がずに家に入ったり、部屋に入ったりっていうことがあるかと思うんですけど、日本では基本的には靴を、脱ぐようにしてください。日本を観光したことある方だとわかると思うんですけど、いろんな公共施設でも靴を脱いでくださいっていうとこがあると思います。室内に入るときとか、あとはお寺とか、そういったお寺も見学できるけど靴は脱いでくださいっていうのはほとんどだと思います。そういったとこからもわかるように、基本的にはエアビーとかは靴を脱ぐようにお願いします。以前私が、日本でエアビーに泊まった時に、靴は脱いでくださいっていう張り紙が玄関に貼ってあって、いやそんな当たり前やんって思ったことがあったんですが、それは日本人に向けてではなく外国人観光客に向けてだったんだなって後から気づいたことがありました。靴を脱ぐルールを知っていても忘れたり、ちょっとスマホを部屋に忘れたから靴をもう紐を結ぶのめっちゃめんどくさいからこのままでいいやとか思って部屋に上がったりすることもあるかもしれないんですけど、靴は汚いしそういう文化なので脱いでもらえたらなと思います。手間はかかるんですけど脱いでもらえたらなって思います。次は
5つ目、電車では電話は NG ということです。日本の電車はとても静かと感じたことはないですか？またはそういった動画を見たことがあるかもしれないんですけど、それはうるさくすると人に迷惑というマインドがあるからです。常に他の人を気遣ってるというか、気にしているというか、そういった文化があります。なので電車などの狭い密閉空間とかは特に電話は NG です。絶対禁止とか罰金があるとかっていうわけではないので、なんか緊急の電話がかかってきたとか絶対に出ないといけないっていう場合もあるかもしれません。そういった時はもちろん出ても大丈夫です。ですがいつもよりちょっと声を小さめにするとか、可能だったら電話を短めに終わらすとか、折り返しの電話をしてもらうとか、そういったのが一応ベストです。あと TikTok とかインスタとか YouTube とかいろんな動画を見るときありますよね。そういったときはイヤホンは必須です。何言ってんねん当たり前やんって思うかもしれないんですけど、私がヨーロッパで地下鉄に乗ったとき、もう何回もいろんな国で乗ったりしたんですけど、本当に爆音まではいかないですけど、イヤホンとかなしで普通に動画を見てる人に何回も出会ったことがあります。これはその人がたまたまイヤホンを忘れたけど動画見たいっていうシチュエーションだったかもしれないんですけど、日本ではこれは NG です。イヤホン忘れたからじゃあ今日ぐらいイヤホンなしでいいよなっていうのは基本的には NG です。とにかく密閉空間では静かにするというルールを覚えておいてください。電車のアナウンスでも電話はご遠慮くださいっていうアナウンスが多分流れていると思います。なので罰則があるわけではないですが、そういったルールは守っていただければなと思います。話してはいけないとかっていうわけではないですし、もちろん日本人も会話はします。ですが多分みんな外で話すときよりは、大声を出さないように気をつけるとか、少しボリュームを下げて会話するように意識していると思います。次、6つ目が時間通りに行動するです。これはマナーというか、皆さんが損しないためっていうのもあるんですけど、電車とかに乗るとき、バスに乗るとき、人に会うときとか、なんかヘアサロンに行くとかいろんな場面があると思うんですけど、時間通りまたは予定時間より早く行動するのがマナーというか基本です。電車、バスとかはもちろん待ってくれないですし、基本的には時間通りで来ることが多いので、皆さんが遅れたら予定にも遅れますよね。あと、レストランなど予約しているところだと15分とか30分以上遅れると予約をキャンセルされるということもよくあります。予約が埋まっている場所だともう15分遅れると予約はキャンセル扱いになりますとかっていう場所もあるので、時間通りがとっても大切です。例えば混んでいるので2時間制のレストランですとか、食べ放題のお店だとだいたい90分とか2時間制のレストランが多いんですけど、友達1人遅れてくるから、その人が到着してからその2時間の予約をスタートさせるとかって皆さんの国とかだとあるかもしれないんですけど、多くの日本のレストランではそういったことはできなくて、もう2時間の、例えば夜7時にレストランを予約したらその2時間は夜7時から始まるので、人が遅れてこようと関係なくて、遅れてきた人は例えば1時間しかレストランに入れないとかっていうのは全然あるので、皆さん気をつけてください。次、7つ目と8つ目は食事シーンでの、マナーになるので、一緒にまとめて話していきます。7つ目はお箸で遊ばない、8つ目はお茶碗を持つです。これは日本に住んでいないし、別に日本人と一緒に食事をするわけでもないっていう場合だと細かいことになるので、そんなにあまり神経質になりすぎなくてもいいかなと思います。ただ日本人はこういったマナーがあるからこうしているよっていうお話です。海外で日本のレストラン、日本食屋さんに行った時によくお箸あるじゃないですか。お箸、チョップスティックスをなんかドラムみたいに叩いて
真似したりとかいろいろ遊んだりしてそうやっている方を見たことがあるんですけど、これは日本ではとても行儀が悪い NG の、マナーが悪い行為です。なのでレストランとかで料理を注文して待っている間、日本ではお箸で遊ぶのはやめましょう。お箸はそのご飯を食べるときに使う道具なので、こうイエーイみたいな感じで遊ぶのはやめておきましょう。あとこれはめっちゃ余談ですけど、 TikTok かインスタで日本人は何でも箸で食べると思って、そのお店でデザートを頼んでデザートまで箸で食べているっていう動画を見たんですけど、日本人ももちろんフォークもスプーンもナイフも使います。なのでデザートを食べるときはもちろんフォークを使うし箸を使うことはないし、丼とか海鮮丼とかカツ丼とかあるじゃないですか。ご飯の上に何か乗っているもの、そういったものを食べるときはスプーンをよく使います。お箸で食べている方もたくさんいるし、お店でこう提供されるときはお箸しかないってこともあるかもしれないんですけど、全然スプーンを使います。あと最近のそのレストランとか日本食屋さん、和食屋さんみたいなとこでもフォークとかナイフとかは絶対用意してくれてるので、気軽に店員さんに聞いてみてください。で最後にお茶碗は持つなんですけど、これはご飯とかスープが入ったお味噌汁が入ったお皿とかは日本では基本的にはそのお茶碗を持って食べるっていうのがマナーになります。お皿をテーブルに置いておいたままそのお箸で掴んで食べるとかはちょっとマナーが悪いというか行儀が悪いという風に見られます。お皿を持つと逆にマナーがなってない悪いという国もあるかと思いますが、日本では、持つようにします。これはね習慣とかもあるし難しい、逆に食べにくいとかもあると思うので、日本人じゃなかったらそこまで気を使う必要はないですが、日本に住んでいて日本人とご飯行くっていう場合だとちょっと気をつけてみるといいかなと思います。今回は日本のマナーについてお話ししました。初めて日本に来る方にこれは知っておいてほしいなというものをお話ししてみました。皆さんの国と違う部分とかはありましたか？マナーって他の国から見たらなんでみたいな理解できないこととかもあるかもしれないんですけど、その国それぞれの歴史とか文化があってその国の色が出ている部分かなと思います。今回はここまでになります。最後まで聞いてくださり本当にありがとうございました。ではまた次のポッドキャストでお会いしましょう。それでは。